私、ミマス・エツトと、申します。2017年にヤマハ発動機に入社しました。なので今で、6年目、になろうかと思います。私は現在ですね、アメリカの南東部なんですけれども、ジョージア州のアトランタというところに、駐在しておりまして、駐在してからですね、ちょうど3年と1ヶ月が経っております。アメリカでの私のミッションはですね、アメリカにおける、社内デザイン機能の強化と展開をミッションとしています。語弊を恐れずに言うと、デザイナーは2種類あるかなと思います。一つは、美大を卒業して、いわゆるその手を動かしてデザインをやるタイプの人と、私のようにですね、総合大学にあるデザイン学科であるとか、もしくは総合大学の工学部にある、デザイン科を卒業してデザイナーになるタイプ、2種類あるかなというふうに思ってます。特に後者の方は、スタイリングとかデザイン、いわゆるデザインだけではなくて、デザインを通じて問題解決について考えたりですとか、デザインを通じて社会貢献どうやってやっていくかとか、デザインをメソッドとして使いながら、いろんな勉強をしていきます。その中で今やっているような、デザインプランニングであるとか、先行デザインであるとか、デザインのプロセス自体をデザインするというような、いわゆるデザインプランナーっぽい、デザインディレクター、クリエイティブディレクターっぽい仕事っていうのは、キャリアパスとしてあるのかなというふうに思っています。アメリカにデザイン組織がある理由なんですけれども、海外比率が大きいヤマハ発動機ということで、もともとアメリカをはじめですね、ヨーロッパであったりとか、中国であったりとか、ブラジルであったりとか、いろんな国にヤマハの海外拠点というのは存在します。それはもともとは、販売するための会社が世界各地にあると。それに加えてですね、物を作るというのも、現地化していこうという動きもありまして、ひいてはですね、そのどんなものを作ったらいいのかっていうのを考える機能も各拠点が持つようになっています。その拠点の社内にデザイン組織を作る理由としては、現地の市場を理解しながら、実際のお客さんが使っている様子であるとか、その国の文化に触れることで、お客さんを理解するであるとか、その場所でしかわからない、肌で感じないとわからないことを咀嚼しながら、それをデザインに生かしていく。そのために、各拠点にデザイン組織があると。で、US にもデザイン組織があるというふうに、理解しています。ヤマハ発動機の商材で有名なのはアウトドアの商材ですね。オフロードを乗る乗り物、遊ぶ乗り物であったりとか、海であるとか湖で遊ぶための乗り物であったりとか、そういうアウトドアの遊びというのは、昨今特にアメリカで、すごく伸びてきているというか、メジャーな遊びになってきています。その中でアメリカにおける拠点機能というのは徐々に大事になってきているのかなというふうに思っています。私が来る直前、ちょうどですね、US のデザイン組織、社内のデザイン組織というのができまして、RV 商材をですね、中心とした量産のスタイリングデザイン、カラーグラフィックのデザイン、先行デザイン、ブランディングデザインを含む社内のデザインコンサル業務というのに携わっています。私自身はですね、いわゆる典型的なスタイリングデザイナーやカラーグラフィックデザイナーの仕事をやっているわけではなくてですね、どちらかというとデザインのコンセプトを作るプランニングの部分であるとか、そのためのデザインリサーチをするであるとか、量産に課する前の先行デザインであるとか、デザインコンサルならではのデザインのプロセスからデザインするみたいなことを業務として行っています。なので自分で手を動かすこともあるんですけれども、かっこよく言うとクリエイティブディレクター的な業務を US でやらせていただいております。ヘイディーズというイベントはですね、北米最大級のスノーモービルを中心としたオフロード商材のコンシューマーイベントというふうになっています。ヤマハとしてデザイン組織チームとして、そのイベントに参加した理由はですね、もちろんヤマハもスノーモービルを作っておりますので、ヤマハのブースもそのイベントで存在します。スノーモービルのデザイン、カラーリングデザインを決めるための調査をそのブースで行うために私も参加しました。で、実際にですね、その会場にはスノーモービルのお客さんがいるわけで、スノーモービルに乗っているお客さんがいるわけで、その方たちに対して我々の仮説を見せて、どういうふうに思いますかというような調査を行いました。アメリカ駐在して一番良かったなと思う点は、やはりそのアメリカ文化を肌で感じながら、アメリカの市場に向けて、モードだったりサービスだったり、デザインできるというのが一番良かったことかなというふうに思います。アメリカ駐在でやっぱり苦労するのは、
その言語の壁というのがやっぱり一番大きいかなとは思います。仕事において英語を使うっていうのがやっぱ一通り苦労するのかなと。こちらの現地スタッフは、そんな完璧に英語を求めていないですし、やっぱり完璧を目指さないことっていうのが一つ大事かなと思って、そういったマインドセットの切り替えによって、まずは乗り越えれたかなと。で、2つ目は、やっぱり上手な英語ではなくて、上手なコミュニケーションをするということが非常に大事かなというふうに思ってます。私はデザイナーですので、やっぱりそういうデザイナーの武器として、やっぱり視覚的に分かりやすい、プレゼンテーションっていうのを心がけたりですとか、自分の話したいこと、自分の話したい、伝えたい、世界観に引き込むための雰囲気を演出するためのプレゼンテーションであるとか、そういったことを、プレゼンテーションの中では織り込むことで、言語を超えるコミュニケーションっていうのができているのかなというふうに思います。それがアメリカで仕事をする中で苦労して実際に乗り越えてきたことかなというふうに思います。週末はですね、私の趣味の一つがキャンプということもあって、いろんなところにキャンプに行ってます。もう日本と比べると、キャンプ場の多さであるとか短さであるとかっていうのがもう桁違いなので、山にキャンプに行くこともあれば、レイクサイドにキャンプに行くこともありますし、本当にいろんなところにキャンプ行ってます。またキャンプ場に行くとですね、ただテントの横で何かしているというだけでなくて、会社の人と一緒にですね、ヤマハの実際の商材ですね、スポーツボードであるとか、ウェブランナーであるとか、そういった商材を持ち込んで、レイクサイドのキャンプ場でキャンプをして、日中は湖で遊んで、そういったことを楽しんでます。キャンプ以外ですと、アメリカのメジャーな観光地に行ったりして遊んでます。その他だと、駐在期間中で友達になった社外の日本人の方とか、社外の外国人の方とかとホームパーティーしたりとか、そういった過ごし方をしております。そうですね、ヤマハでできるかは分かんないんですけども、その将来、自分が興味があってヤマハでできたらいいなと思うことが、宇宙産業にヤマハとして取り組めないかなというふうに、常日頃思ってまして、これまでヤマハは歴史の中で新しい商材であるとか、新しい分野を作ってきたと思うんですよね。その中で、例えば今あるヤマハのオフロードの知識であるとか、これまでは深海を探索するプロジェクトにヤマハが参画してあったと思うんですけど、そこで得られた知見であるとか、これまでのヤマハの知見を集積していけば、宇宙産業もできるんじゃないかなと。で、自分自身がですね、非常に宇宙産業に興味があるんで、宇宙産業の分野をヤマハでもできたら、面白そうだなというふうに思ってますし、自分がその宇宙、月とか火星とかでヤマハの乗り物に乗って遊べる未来を想像すると非常に楽しいなというふうに思ってます。ヤマハらしいデザイン、やっぱり一言で言うのは難しいですけども、あえて一言で頑張って言うとすると、世界中の人々が見て、体験して、感動できるようにすることかなというふうに思っています。デザインなので、やっぱ見た目に関わるところが多いので、まずはパッと見で、ヤマハのものだと、美しいっていうふうに見て、喜んでもらえることが一つあるかなと。で、実際に乗ってみて、隅々まで行き届いたそのヤマハのデザインっていうのを感じてもらって、感動してもらう。その2つのポイントにおいて感動してもらえるということが、ヤマハらしいデザインかなというふうに思います。US に駐在している身としては、それがある国の人とか、ある地域の人だけではなくて、世界中の人々がそれを感じていただければなお良いのかなというふうに思っています。